岡谷、俺このまま飲みだから今日は上がっていいわ。後部座席で篠田社長が言った。わかりました。車戻したら帰らせてもらいます。俺は車を駅前のロータリーにつけると、さっと降りて、後ろのドアを開けた。じゃ、よろしく。去っていく社長に、ペコリと一礼をしたとき、目の隅に走って向かってくる男が見えた。うおーっと叫びながら、社長に突進していく男を、俺は走って取り押さえた。離せよこら叫んでいるのは痩せた少年だった。手にはチャチなナイフを持っている。俺は少年を倒すと、片膝で背中を押さえつけ、ナイフを奪った。社長はちらりとこちらを見たが、俺が少年を取り押さえたのを見ると、素性を調べとけ、と言って駅の中に消えた。俺はその言葉にうなずくと、少年を羽交い締めにしたまま言った。おいこらお前、どこのもんだ。少年は目尻に涙をためながら、畜生、畜生とつぶやいている。夜9時過ぎの駅前だ。人通りも多く、騒ぎになって警察でも来たら面倒だ。俺は少年の両腕を掴んだまま立ち上がらせると言った。おい、これから車に乗せるが、暴れたり妙なことをしたら、マジで殴るだけで済むと思うな。お前みたいなヒョロ野郎、俺にかなわねえと分かっただろ。少年は何も言わない。俺は少年の肩の関節に力を込める。わかったよ。そして助手席に少年を乗せると、運転席に戻った。名前を言え、坊主。ボクサーのライセンスを取ったのは18歳の時だった。父親が酒飲みで母親を殴るのが許せなくて、ボクシングを始めた。ボクシングジムを紹介してくれたのは高校の担任だった。俺の大学の友人がやってるジムなんだ。でも間違うな。父親を殴るためにボクシングを覚えるんじゃないぞ。殴らなくて済むように強くなるんだ。父親が憎いと泣きながら先生に相談した日のこの言葉の意味を、初めは理解できなかった。しかし、高校を卒業後、配送の仕事をしながらジムに通い出すと、父親の俺を見る目がどんどん変わっていくのが分かった。筋肉がつき、体は大きくなり、顔を晴らして家に帰ると、まるで俺を避けるようにどこかに出かけていくようになった。殴らなくて済む強さ、と先生に言われた意味が分かった気がした。母さん、もう心配すんな。俺が守るから。俺がそう言うと、母親は嬉しそうにうなずいた。トレーナーの勧めで C 級ライセンスを取り、試合に出るようになった頃、翔英、プロでやってみないか？お前センスあるよ。と言われた。それまで取り立てて特技や自慢できるものがあったわけではない平凡な俺にとって強さを手に入れたことは大きかった。母を守れる。自分を守れる。そう思うと嬉しかった。新人戦では3位につけて着実に成績を残したが、A 級ライセンスでやっと1試合15万程度。そこからジムのマネジメント料やらを引かれると、とてもボクシングだけでは食っていけない。俺は配送の仕事を続けながら、いつかプロ一本でやっていくのを目標に頑張った。しかし、そんな俺の選手生命は長くなかった。プロ5年目、23歳の時の試合で目をやられた。
それがきっかけで網膜剥離と診断されると、試合に出ることはできなくなった。悲観することはない。トレーナーっていう道もある。とトレーナーは励ましてくれたが、ジムに行き選手たちの立てるパンチ練習の音を聞くと、なんだか自分が惨めに感じて、そのうち俺はジムに行くのをやめた。目的も失い、しばらく家でゴロゴロしていたとき、ジムの先輩からメールがあった。お偉いさんのボディーガードやってみないかと。何でも先輩の知り合いの会社の社長が、警護ができる人間を探しているということだった。疑い深く用心深い人だから、知らない人間は嫌だと言っている。お前ならやれるんじゃないか？メールにはそうあった。どんなことをするのかもわからなかったが、報酬はボクサー時代の3倍あった。何もせずに家にいるだけだ。受けない理由はなかった。そうして俺は、篠田社長に雇われることになった。岡谷翔英っていうのはお前か。強そうじゃん。フェザー級だったのか？はい。俺もさ、昔ちょっとやってたんだよね。と言いながらシュッと拳を出してきたのを、俺はスッと避けた。年は40代前半くらいだろうか。どんな会社なのか知らないが、金の鎖のネックレスにロレックスの腕時計、ストライプの細身のスーツにつま先の尖った靴。どう見てもまっとうな職じゃない感じがした。まあ、ボディーガードが必要なのがその証拠だろう。特別驚くこともない。明日から来い。基本、俺の送り迎えと警護だ。頼むわ。よろしくお願いします。俺はそう言って頭を下げた。そうして、篠田社長について2年が経った。表向きは医療の輸入販売という名目の会社だったが、裏では違法な人材斡旋をしていて、主に東南アジアやベトナムから就労資格を持たない外国人たちに日本人と偽装結婚をさせて、配偶者ビザを与える代わりに多額の手数料を受け取っているのを俺は知ってる。しかし、そんなことは俺には関係がない。俺は昔取った杵塚で社長の警護をしていればいい。初めの頃はわざわざ警護なんてと思ったが、社長と一緒に行動するうちに理解した。斡旋した外国人が逃げたとか、働かせていた労働者が職質でビザなしがバレて、強制送還になったりとか、闇商売の部分でとにかく揉め事が多かった。支払った手数料を返せ、と社長に殴りかかってくるような奴らは後を絶たない。そして、こいつだ。俺は車を発進させて、横の少年を見る。おそらく高校生くらいだろう。体を縮こまらせて爪を噛んでいる。なんで社長を襲った？俺が聞くと少年は言った。殺してやろうと思ったんだ。畜生。車を会社の駐車場に戻すと、俺は少年に降りるように言って事務所に連れて行った。もうこの時間なら誰もいないはずだ。本当なら素性を確認してもう二度と同じ真似をしないように少し痛めつけて返すのが俺の仕事だ。しかし、と俺は思った。こんな痩せぎすの兄ちゃんがなぜ社長に襲いかかろうとしたのだろう。俺は少年を座らせると、事務所の冷蔵庫から缶のコーラを出して渡した。名前は？
水野勝成、殺そうとしたわけを言え。俺が聞くときっと俺を睨んだ。仕返しだ。そう言って勝成は話し始めた。うちの父ちゃんは塗装の仕事してた。母ちゃんは子供の時からいない。ある時、大きな仕事が入ったって父ちゃんが言った。仕事を頼んできたのが篠田だった。父ちゃんは仕事を終わらせたけど、篠田は約束の金を払わなかった。何度も父ちゃんは支払いの催促をした。そしたら、金の代わりに女をやるよと言って、フィリピン人の女の人をうちによこしたんだ。婚姻届を出しさえすれば、金は女が払うから。篠田は女を連れてきたときそう言った。冗談じゃないと父ちゃんは突っぱねたが、篠田は父ちゃんを殴った。昔の恩を忘れたのかと。父ちゃんは昔借金で困って、篠田から金を借りたことがあったらしいんだ。父ちゃんは何も言えず、女はそのまま家に住んだ。しばらくして父ちゃんが婚姻届を出すと、女は120万を支払った。初めの頃は日本語もわからないし、俺はそんな外国人が家にいるのが嫌でしょうがなかったけど、女はどっかのスナックで働きながら家の家事をするようになった。名前はマリアと言った。父ちゃんがここにいる必要はない、出て行っていいと言っても聞かなかった。マリアは日本語を少しずつ話すようになって、病気の両親に金を送ってると言った。父ちゃんや俺が優しい、だからここがいい、そんなことを言った。一緒に暮らし出すうちに、本当の家族みたいに思えて、俺も父ちゃんもマリアンが好きになった。2年くらいが過ぎた時、いきなり篠田が家に来て、マリアを地方で働かせると言ってきた。父ちゃんも俺も反対した。マリアは泣いて行きたくないと言った。頼む、マリアはここに置いてくれ。本当の家族になりたいんだ。そう言った父ちゃんの顔を篠田は蹴り上げて、マリアを無理やり連れて行った。父ちゃんは目に怪我をして仕事もできない。俺たちの幸せをぶっ壊したあいつが憎い。だから、ナイフで襲ったのか？コクッと勝成はうなずいた。悔しいのだろう。目に涙をためて唇を噛んでいる。家族を守りたくて。そう言ってうつむき泣く勝成が、いつかの自分と重なった。強くなりたいと言って先生に相談し、ボクシングと出会った時を思い出した。俺はここの用心棒だ。社長を守るのが仕事だ。守る意味のあるやつかどうかは俺には関係ない。でもお前がもし強くなりたいと思うなら、方法は知っている。こんなクソみたいなナイフなんかで殺せるわけないだろ。仮に襲って怪我させて、それが何の解決になるんだ？父親の目が治るのか？マリアが帰ってくるのか？よく考えろ。何をすべきか。俺の言葉を勝成は真剣な表情で聞いていた。どうしたら？ここへ行け。俺に教わったと言え。家族を守るために強くなれ。俺はそう言ってジムの会長の名刺に自分の名を書いて渡した。もう行け。名刺を見つめる勝成に俺は言った。勝成は立ち上がると俺を見た。そしてお辞儀をすると走って帰っていった。
耳に懐かしい音を聞く。おい少尉、あの坊主どこで拾ったんだ。会長がニヤニヤしながら聞いてきた。その辺っす。俺が言うとパチンと頭をはたかれた。まったく、お前もだよ。いきなりとんずらしやがって。すんません。あの後ほどなく何の罪状か知らないが、篠田社長は警察に逮捕された。会社は潰れて、俺はお払い箱になった。またプー太郎だ、と母親に言ったら、ジムに戻ったら、あの頃のあんた、楽しそうだったよ、と笑った。篠田の会社が潰れると、不法滞在の外国人たちは一斉に入国管理局に捕まったようだが、マリアは勝成の父親と婚姻関係にあったため、無罪放免。勝成と父親は勇んで彼女を迎えに行ったそうだ。岡谷さん、チワス。汗だくの勝成が俺に言う。父さんの目の調子はどうだ？もうだいぶいいっす。医者が名医らしくて。名医だとよ、少尉。お前も行け。会長に言われて、俺は苦笑する。25か。まだやり直せるかな。壁にかけられたグローブのほこりを落として、俺は言った。よし、勝成、向かってこい。はい。俺はうなずき、拳に力を込めた。